ボンジュール、ジマペルユキ。皆さんこんにちは、浅井ゆきです。さあ、今日もですね、私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。まだですね、僕の、チャンネルを登録してない方、もしいらっしゃいましたら、ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。皆さんのね、一つの、チャンネル登録が、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。またね、動画もね、よかったらいいね、ぜひ押していただければと思います。このいいねがね、結構こう YouTube の中で見られて、おすすめに乗る乗らないが結構変わってくるようですので、ぜひですね、皆さんのね、いいねボタン、押していただければと思います。よろしくお願いします。で、今日はね、早速、話していきたいなと思いますが、今日話すことは、私がフランスに来て思ったこれやばいなということを3つですね、いろいろあった中で、3つ絞らせていただいて、お話しさせていただければと思います。で、基本的にね、フランスでだからすごいやばいっていうことは、そんなにはないですね。ここ不便だなって思うことは、何度かいろいろあるんですが、じゃあ実際それがもう本当にフランスが嫌になるかっていうぐらいの嫌なことかっていうとそうではないので、人によっては全然問題なく、気にしない方もいると思いますし、でもね、郷に入れば郷に従えということで、フランスのそういう国なんだなというふうに思って、生活をしてみると意外と気にならないので、今日伝えたいことはですね、別にこうフランス語がダメというわけではなく、ここはちょっと変わってるなというところを、でも最後の一つはちょっとやばいなっていうのはあるんですけど、基本的には、そういった内容ですので、皆さん聞いていただければと思います。で、一つ目がですね、これは僕が最初にフランスってこういう国なんだって思ったことなんですけど、エアコンがない。この21世紀においてエアコンがないってことあるのっていうふうに思うと思うんですけど、エアコンがないっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、エアコンを使わない、というふうな文化でございます。もちろんね、ホテルでしたりカフェでしたり、そういう公共的な場所ではエアコンというものがあるんですが、基本的に私が言いたいのはこの家ですね。家の中でしたり、あとは学校でしたり、そういったところに皆さんが家でね想像できるエアコン、もしくは、ストーブ、電気ストーブ、石油ストーブのような、ああいったものが家で使われないっていうことですね。どういうことというふうに思うと思うんですけど、そうですね、僕も最初どういうことと思いました。一応ですね、あるにはあるんですよ、暖房器具というのが。ただそれはもうね、フランスの独特な壁に備え付けのストーブで、ちょっとここに写真も載っけるんですけど、これが、ガスを使ってあったかくはなるんですが、その効果が本当に実際にそれを触るか、もしくはちょっとね10センチぐらいそのストーブから離れたところに確かにちょっとあったかいなと感じる程度です。正直言えばこれ意味あるといった程度のストーブです。これを使ってるんですよね。技術的にはエアコンとかって絶対僕のイメージする中で使えると思うんですよね。もちろんこのもうフランスですからね。なんですが、環境問題、環境に配慮したりでしたり、そういった部分を、あとは電気が高い、フランスは電気代がすごい高いので、そういったところを考慮しておそらく、使ってないということなんですよね。なので、冬はめちゃめちゃ寒いです、部屋の中が。で、夏はめちゃめちゃ暑いです。本当に3月に僕がフランスに来たんですけど、本当に外と中がほとんど変わらない。むしろ中の方が寒いんじゃないかって思うぐらい、冷え込むんですよね。で、それで暖房器具がないので、ほぼないに等しいので、本当に僕ヒートテック着て部屋の中でダウン着て、それでも寒いみたいな、そんな状況で、3月ですよ。もう1月2月、今年も次の1月2月想像しただけで本当にどうなっちゃうんだと思うんですけど、いやでもそれでもみんなね原始的に生きていらっしゃるので、僕もなんとか乗り越えるんだろうなとは思いますが、本当に寒かったですね。でまたですね、今年の夏めちゃめちゃ暑かったです。部屋の中が
部屋帰ってもクーラーないなので扇風機を使うんですけども、部屋の中がもうめちゃめちゃ暑いので、扇風機をつけたところで温風が来るという残念な結果になるんですね。なので本当に辛かったです。なのでもう部屋の中で勉強なんてできないです、あんな暑さ。なので僕はカフェまで行って、もう真夏の時は家に帰らずカフェで、もうそこでなんとかもう夜になってちょっと涼しくなるまで、外にいるというような、ことを、友達とよくやってましたね。そのぐらいこのクーラーストーブを使わない、文化でございます。はい、これは驚きでございます。来てびっくりしました。で2つ目ですね、これもマジでびっくりしたんですけど、銀行口座にお金を入れるときに、皆さんが想像できるのはATM の前に立って、入金手続きをして入金したら、その場で、通帳の中にお金が入金できる。これも普通に当たり前ですね、日本では。中国もそうです。ただフランスは違うんですよ。専用の封筒にお金を入れて必要事項を書いて、でその封筒を ATM に入れるんですよ。わかりますか？イメージできますかね？それを中にいる人が実際にその封筒を開けて、でしっかり数えて、OK だなとなったところで手続きを行う。なので早くても1日必要、長い時はもう2日とか3日かかるというふうに言われております。私がやってるのは基本的に1日かかってますね。やばくないですか？この時代でなんでそこ機械に任せないのというふうに思うんですけど、もうそういうものだと。フランスの銀行はそうだと。これ昭和ですかと思うぐらい本当にびっくりしましたね。フランスの何ですかね、できないわけじゃないと思うんですね、テクノロジー的に。ただそういう古き良きを残しつつ生活をする、ビジネスの面においてもどんどん進化させてというよりは、既存のものを残してやっているのか、ちょっと僕もそこはまだ把握できてないんですけど、もうとにかくそれを知った瞬間にフランスちょっと変わってるなっていうふうに思ったことがすごい印象に残ってますね。なのでそういったことがね、いろいろ結構あるんですよね。ここね AI に任せたらいいじゃんって思ったりとか、ここ機械を取り入れようよって思うところを何ていうんですかね、人の力でやっていたりとか、そういったところで、ビジネスにおいて効率化というのをあんまり重視してないのかなっていうふうにちょっと感じるシーンが、何度かあります。はい、ということで、そういった国なんだなということを知っていただければと思います。で3つ目ですね、これはちょっとやべえなという内容なんですけど、ご想像できる方もいるかと思うんですけど、フランスはスリがすごいです。もう本当にすごいですね。もうとにかく、パリは危険だっていうことを、フランス人ですら言ってるので、フランス行って、パリ行った時は本当に気をつけろと、荷物を取られないかと。他のね、地域はもちろん危ない地域があるんですけど、特に言われるのがパリですね。僕は今トゥールに住んでて、パリが電車で早ければ1時間ちょっとで行ける距離にあるので、よくパリに行くこともあるんですけど、やっぱパリに行く時は本当注意しろというふうに言われます。で僕がここで伝えたいのは、実際に僕も被害に遭ったということです。これやばかったですね。で最終的に結論から言うと、捨てられたものは僕戻ってきたんですよ。なのでこうやって伝えできるんですけど、中にはね被害もあられた方もいっぱいいると思うので、ぜひですね皆さん注意していただければと思いますが、なんでそのテクニックですよね。テクニックって言っていいものなのか分かんないんですけど、スリが多発している状況が特に多いのが地下鉄の中らしいんですよね。で地下鉄の中でターゲット決めて結構準備して、ずっと密かに追ってスッとするらしいんですよね、聞いた話によると。
特に観光客でしたり旅行客の方が、ターゲットにされやすいんですけど、僕がすられた、ケースはこういうシーンで、基本的に僕その時何も持ってなかったんですよ。で携帯と財布だけ持ってたんですよね。で携帯は右前のポケットに入れてて、財布、小銭入れですねは、左前のポケットに入れてたんですよね。でカバンも持ってないし、そんなにねすられることもないだろうっていうふうにちょっと高く食ってたんですけど、もうそれがもう甘かったですね。ちょっと僕が乗ってた時に最後次の駅で降りようと思ってた時にちょっとね人が多かったんですよね。ちょっと多いなと、ちょっと人とぶつかることもあるなみたいな、その満員電車ではないんですけど、そういったところで、事件は起きましたね。止まる時にフランスの地下鉄って結構運転が荒っぽくて、止まる時に結構急に止まったりするんですよね。でその分だから重力がかかって人の体がちょっとね、止まる時に何の法則でしたっけこれ、止まる時にちょっと体の体勢が崩れる、そんなシーンがあるんですが、そこであえて自分に体をぶつけてくるんですよね。で僕もああと思って、その瞬間って人ってどうしても体勢を保つことに意識がいくんですよね。ただその瞬間スリは働いてるんですよね。僕の右ポケットにある携帯をプッて掴んでスッとつまんでですね、つまんで取っちゃったんですね。で僕取られたんですよ。でその瞬間ってやっぱ人の意識って体勢の方に行ってるので、体勢を戻した時にその瞬間ってやっぱ気づけないんですよね。あれなくなってるっていう風に思わないで、戻った、止まった、よし降りようっていう風に。で僕降りた瞬間に携帯を取ろうと思ったんですよ。でそしたらあれないと思って、あれと思って扉開いて降りて、あれないと思ってすぐ後ろ振り返ったんですよね。そしたらその 0.5 秒後ぐらいにボトッと僕の携帯がその後ろにいる人たちの足元に落ちたんですよ。であれ俺の携帯だと思って寄ってったら、その前にいた人が拾って僕に手渡ししてくれたんですよ。で正直ね本当に帰ってきたからよかったんですけど、これが誰が犯人かが本当に分からなかったんですよね、その瞬間。でその拾ってくれた人が本当に犯人なのか、例えば取った後にどっかに自分がぶつかっちゃってそのまま落として僕にバレちゃったとかなのか、他の人が取ったいいものの自分の携帯がiPhone ではないんですよね。で iPhone じゃないからいらねえやと思って誰か捨てたのか、もう正直そこは分かんないんですけど、多分おそらく後者なのかなというふうな想像はつきますね。そんなミスをするとは思わないので、自分の携帯見てiPhone、ホワウェイなんですけど iPhone じゃねえなと思った瞬間におそらくいらねえなと思って捨てたのかなとは思っておりますが、いや本当に帰ってきてよかったですね。なので前ポケットに入れてても怖いと。よくねリュック背負ってて後ろ向きにね背中に背負ってたら気が付いたら取られてるっていうことはもうよくあって、前に背負いなさいとかいう風なアナウンスは、よく聞いてたんですけど、いやポケットの中までなんだという風に思ったので、僕みたいに甘い人間を狙ってますので、ぜひ皆さんねパリに来た時には注意していただければと思います。でまた聞いた話によると、その地下鉄ではないんですけど後ろに背負ってて人混みの中で、カバンを開けられて、財布を取られてたと。気が付いた時には財布がなかったっていう風な、人もいるという話も聞いてますので、本当にやっぱきっと僕は大丈夫だろうと、いやすられれば気づくよって思ってる人ほど多分すられてしまうんですね。なので本当に厳重注意ですね。もう常に前にカバンを背負ってるとか、あんま大きなカバンじゃなくてもう前に持ってこれるショルダーバッグでしたり、そういったもので自分の身は自分で守るじゃないですけど、そういった風に準備をしていただければと思います。本当にポケットだから大丈夫だっていう風な感覚ではないので、本当にテクニックがね熟練のテクニシャンがいるのでぜひですね注意していただければと思います。
ということでですね、これが、今日3つですね、皆さんにお伝えしたいことでした。1つ目が、ストーブ、暖房器具、クーラー、そういったものが、家の中に設置されてない。で2つ目が、銀行口座にお金を入れるときに、その場で入金できない。なぜか人の力を使ってアナログでやっていると。で3つ目に、パリのスリには注意してくださいと。これはやばいと思ったので、ぜひお伝えさせていただけました。はい、ということでですね、今日はこちらで、以上となりますが、ぜひね、良かったなと思ったら、いいねボタン、そしてまたチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。今日やりたいことはフランスに留学でしたり、駐在でしたり、そういった形で、長期的にフランスに滞在するという方に向けてなんですけど、これを持ってきた方がいいっていうのはちょっとぜひねお伝えさせていただければと思っております。